レッスン1、フルーツの推奨事項。こんにちは、アンナ。最近何か新しい果物を試しましたか？こんにちは、ジョン。はい、実際に美味しいものをいくつか見つけました。おすすめが欲しいですか？絶対に。私はいつも新しいことに挑戦したいと思っています。どんなフルーツがおすすめですか？さて、ドラゴンフルーツを食べたことはありますか？エキゾチックでとても爽やかです。ドラゴンフルーツ？いいえ、してません。どんな味だ？マイルドで甘い味わいで、ほのかに歯ごたえがあります。キウイのような食感です。それは面白そうですね。確認しなくちゃ。他にどんなフルーツがおすすめですか？もう一つの素晴らしい果物はマンゴーです。ジューシーでトロピカルな味わいです。ああ、私はマンゴーが大好きです。すごく美味しい。他に何かおすすめは？はい、パパイヤを試してみてください。ビタミンが豊富で、独特の風味があります。パパイヤ？今まで試したことはないよ。どんな味だ？甘くてムスキーな味わいです。メロンとピーチを混ぜたような味だという人もいます。それは興味深い。絶対やってみるよ。他に何かおすすめしたい果物はありますか？もう一つ試してみるべき果物はパイナップルです。ピリッとしていてトロピカルな香りがします。パイナップルは素晴らしく聞こえます。ジュースに入れた時の味は好きだけど、新鮮なものは食べたことがない。ご提案ありがとうございます。レッスン2、グローバルサポート。アンナさん、こんにちは。グローバルな支援を動員するキャンペーンについて聞いたことがありますか？こんにちはジョン。はい、私はそれを綿密にフォローしてきました。それが人々を結びつける方法は信じられないほどです。絶対に。様々な目的や取り組みに対して、世界中で支持を集めることが重要です。これ以上は同意できませんでした。人々が団結すれば、驚くべきことを成し遂げることができる。その通りだ。個人の努力だけでなく、集団行動も重要です。まさに、私たちが力を合わせれば、私たちの影響力は増幅され、私たちの声も届きます。様々な国の人々が共通の目標に向かって集まっているのを見るのは刺激的です。団結の力と多様な視点の強さを示しています。テクノロジーによって世界中の志を同じくする人々とつながることができるのは驚くべきことです。実際、テクノロジーによって世界はより小さくなり、スムーズなコラボレーションが可能になりました。簡単なクリックやシェアがグローバルなムーブメントにどのように貢献できるかは信じられないほどです。ソーシャルメディアプラットフォームは認知度を高め、支持を集める上で重要な役割を果たしてきました。これらのプラットフォームを責任を持って活用し、前向きな変化を促進することが重要です。絶対に、自分の言葉や行動が他人に与える影響に注意すべきです。力を合わせれば変化をもたらし、すべての人にとってより良い未来を創造することができます。私たちには、より包括的で、思いやりがあり、
持続可能な世界を形作る力があります。地域でも世界でも、お互いを支え合い、高めていきましょ間違いなく。私たちの共同の努力は、世界中の個人や地域社会に永続的な影響を与える可能性があります。コラボレーションとグローバルシチズンシップを大切にする世代の一員になれたことに感謝しています。今は、生きていて、私たちが一緒にもたらすことができる前向きな変化を目の当たりにできるエキサイティングな時期です。確かにそうです。これからも他の人たちを動員し、この旅に参加してもらえるよう鼓舞していきましょレッスン3、旅行計画。アンナさん、こんにちは。旅行の計画を立てて、すぐにその店に行く日付を設定しようと思っています。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイデアのようですね。私もずっとそこに行きたいと思っていました。素晴らしい、楽しい冒険にして、一緒にお店を探検しましょワクワクするよ。いつ行くのがいいと思う？今度の週末はどう？そうすれば、準備に十分な時間が取れるよ。次の週末は私にとってはうまくいきます。何時に会えばいいの？午前10時に会いましょう。そうすれば見て回る時間がたっぷりあるはずです。いいですね。見たいものや購入したいもののリストを作るべきでしょうか。間違いなく、何も見逃さないように計画を立てておくと助かります。気になる商品のリストを作っておきます。あなたはどう？私も同じことをします。そうすれば我々の旅行はより計画的で効率的になるだろう。さらに、リストを比較して、一緒に新しいことを発見することもできます。絶対に、おすすめの商品を共有したり、お店の商品を探したりするのも楽しいでしょ彼らが何を持っているか見るのが待ちきれません。ユニークなアイテムを見つけるのはいつもワクワクします。確かにそうです。そして、体験を捉えるためにカメラを持ってくるのを忘れないようにしましょいいアイディアだ。旅行を記録して友達と共有できます。そうすれば、一緒に来られなくても、写真を通して楽しむことができます。まさに、彼らを冒険に連れて行くようなものです。この旅行を本当に楽しみにしています。思い出に残る旅になるだろ私も、友達と一緒に新しい場所を探検する方がずっと楽しいです。う。同意した。これを一緒に計画できて嬉しいです。素晴らしい経験になるよ。絶対に。すべての準備を整えて、この旅を実現させましょう。ワクワクするよ。また来週末、忘れられない日にしよう。レッスン4、恐怖の克服。アンナさん、こんにちは。次のハイキング旅行について考えていて、皆さんと共有したいことがあります。こんにちは、ジョン。何を考えていますか？何か心配なことはある？はい、私は高所恐怖症で、それが私たちのハイキング体験に影響するのではないかと心配しています。ああ、わかりました。恐れを抱くのはよくあることだが、一緒に乗り越えることはできる。それを聞いて心強いです。
この恐怖を克服する方法について何か提案はありますか？一つのアプローチは、制御された環境で徐々に高所にさらされることです。それは理にかなっています。恐怖を完全に回避するのではなく、一歩一歩恐怖に立ち向かうことです。まさに、はしごを登ったり、高い橋の上を歩いたりするなど、小さなチャレンジから始めましょう。私はそれを試すことができます。少しずつ身長を上げることで、自信がつくのかもしれない。それは素晴らしい戦略です。自分のペースで進めても大丈夫だということを忘れないでください。ご理解いただきありがとうございます。あなたのサポートを受けることはとても意味があります。もちろん、私たちはチームであり、あらゆる段階であなたを励ますためにそこにいます。それは私にとって大きな意味があります。怖くてハイキングを楽しむのを妨げたくない。必要に応じて代替経路を見つけたり、休憩を取ったりします。うまくいくようにするよ、約束するよ。私の恐れに対応してくれる柔軟性と意欲に感謝します。ハイキングアドベンチャーでは、すべての人の快適さと安全を優先することが重要です。絶対に。それは、私たち全員が素晴らしい体験ができる環境を作ることです。そして、恐れに立ち向かうことは、個人の成長と新しい機会につながる可能性があることを忘れないでください。そうだね。自分自身に挑戦することで、自分が思っていた以上のことができることに気づくかもしれない。まさに、私はあなたを信頼しています。一緒にこの恐怖を克服しましょう。ありがとうございます。話し合ったので、自信がつきました。友達はそのためにあるのです。私たちは挑戦を通じてお互いを支え合い、高め合います。ハイキング仲間であり友人でもあるあなたに感謝しています。この旅を忘れられないものにしよう。教訓後、ホームオフィスの刷新。アンナさん、こんにちは。ホームオフィスを更新することを考えましたか？こんにちは、ジョン。実は、私はそれを考えていました。見た目を一新する必要があるような気がします。それは素晴らしいアイディアだ。適切に設計されたワークスペースは、生産性とインスピレーションを高めることができます。まさに、効率よく仕事をするモチベーションになるような空間を作りたい。取り入れたい家具の種類について考えたことはありますか？はい、機能的で美的にも美しい新しい家具を探しています。快適で人間工学に基づいた椅子の購入を検討したことはありますか？はい、長時間座るには良い椅子が不可欠です。私の姿勢を支えてくれるはずです。絶対に。適切な椅子は背中の痛みを防ぎ、全体的な快適さを向上させることができます。また、物資を収納できる十分な収納スペースのある広々としたデスクを追加することも考えています。それは賢い選択です。すっきりとしたワークスペースは、集中力と整理力を維持するのに役立ちます。私も同感です。何事にも決まった場所を用意しておくことが大切だ。照明はどう？良いデスクランプに投資することを考えたことはありますか？はい、適切な照明が不可欠です。空間が明るく、目に心地よいものであることを確認したいのです。
それは賢いことだ。適切な照明は目の疲れを軽減し、環境をより快適にします。また、空間をパーソナライズするために装飾的な要素を追加することも考えています。それは素晴らしいアイデアです。植物やアートワークを加えると、ポジティブで刺激的な雰囲気を作り出すことができます。植物についておっしゃってよかったです。それらは美しさを増すだけでなく、空気を浄化します。絶対に。屋内植物は空気の質を改善し、落ち着いた環境を作り出すことができます。このプロジェクトにはワクワクしています。それは私の生産性に大きな違いをもたらすでしょう。間違いなくそうなるでしょう。よくデザインされ整理されたワークスペースは、仕事に適した雰囲気を作り出します。新しい家具を買うのも楽しみです。新しいスタイルを発見するのはいつも楽しいです。確かにそうです。さまざまなオプションを試してみると、自分の好みに合う作品を見つけることができます。家具がスペースにぴったり収まるように、必ず寸法を測ります。それは賢いやり方だ。部屋の大きさとレイアウトを考えることは重要です。ご意見ありがとうございます。アイデアについて話し合い、様々な視点を集めることは役に立ちます。私はいつもあなたをサポートするためにここにいます。ホームオフィスを働きがいのある場所にしましょありがとうございます。あなたの助けと熱意に感謝します。それは私にとって大きな意味があります。どういたしまして。変化を見るのが待ちきれません。すごいことになるよ。レッスン6、グリルとサマーフレーバー。こんにちは、アンナ。グリルを試したことはありますか？特に夏の間は、とても気に入っています。こんにちは、ジョン。はい、私もグリルを楽しんでいます。季節の味を味わうには最高の方法です。それは本当です。グリルすると独特のスモーキーな味が加わり、食べ物の自然な風味が引き立ちます。私も同感です。また、友人や家族を集めて屋外で集まるのも楽しい方法です。絶対に。グリルはリラックスした楽しい雰囲気を作り出し、社交の場にもなります。焼くのに好きな食べ物は何ですか？私はハンバーガーとホットドッグを焼くのが大好きです。裏庭でのバーベキューには定番です。それらは美味しいオプションです。トウモロコシやズッキーニなどの焼き野菜も大好きです。焼き野菜は最高です。端が焦げているのが素晴らしい風味です。パイナップルやピーチなどのフルーツも焼いてみました。心地よい甘さが加わります。グリルフルーツは素晴らしいアイデアです。熱で砂糖がカラメル状になり、味が引き立ちます。ヘルシーで爽やかなデザートでもあります。暖かい夏の夜にぴったりです。絶対に。グリルしたフルーツはそのまま、またはアイスクリームと合わせてお召し上がりいただけます。それは魅力的に聞こえます。今度の集まりではフルーツを焼いてみないといけない。がっかりすることはないでしょう。シンプルだけどどんなメニューにも加えられる印象的な一品です。グリルといえば、おすすめのマリネや調味料はありますか？
肉にはニンニク、ハーブ、シトラスジュースを少し混ぜて使うことが多いです。美味しそう。やってみるよ。完璧なグリルマークをつけるためのコツは？誰もが欲しがるグリルマークを出すには、グリルが予熱されていて、火通しがきれいであることを確認してください。それを心に留めておくよ。見栄えも味と同じくらい大切だ。確かに、美しく焼き上げた料理は、味覚だけでなく目にもごちそうになります。今、焼くのが楽しみになってきた。夏を祝うには素晴らしい方法だね。間違いなくそうです。ジュージューと音を立てる食べ物の香りと笑い声は、忘れられないひとときを演出します。これ以上は同意できませんでした。美味しい料理を楽しみながら思い出を作ることです。それがグリルの本質です。それは人々を結びつけ、喜びを呼び起こします。レッスン7、セールスサポート。アンナさん、こんにちは。助けを求めていると聞きました。私は営業をしています。何か助けが必要なら、私に知らせてください。こんにちは、ジョン。それは知っておいてよかった。実は、新しいプロジェクトの選択肢をいくつか探しているところです。それは素晴らしいです。プロジェクトに適したソリューションを見つけるお手伝いをさせていただきます。ありがとうございます。特に、費用対効果が高く信頼性の高い機器を見つけることに興味があります。わかりました。品質と予算のバランスを取ることが不可欠です。まさに、予算を超えないように、機器が要件を満たしていることを確認したいのです。私は間違いなくあなたのお手伝いをします。あなたのプロジェクトについて、もっと詳しく教えていただけますか？もちろん。新しいオフィススペースを作る予定で、コンピューター、プリンター、ネットワーク機器が必要です。それはエキサイティングなプロジェクトのように思えます。何台のコンピューターとプリンターが必要だと思いますか？まず、約10台のコンピューターと2台のプリンターが必要です。中期、パフォーマンスが高く、コストパフォーマンスに優れたオプションを検討します。それは素晴らしいことです。シームレスな接続を実現するには、信頼性の高いネットワーク機器も必要です。安定して安全な接続を提供するネットワーキングソリューションを必ず探します。ご協力いただきありがとうございます。適切な機器を見つけるための専門知識に感謝します。光栄です。顧客満足は常に私の最優先事項です。それを聞いて嬉しいよ。また、オフィスで必要になるソフトウェアの推奨についても教えていただけますか？絶対に。生産性向上のためのソフトウェア、ウイルス対策プログラムなどについて提案できます。それは非常に役に立ちます。効率とデータセキュリティを確保したいと考えています。私は完全に理解しています。情報を集めて、適切なソフトウェアオプションを提示します。徹底していただき感謝します。あなたのサポートのおかげで意思決定が容易になります。私はあなたの仕事を楽にするためにここにいます。気軽に質問したり、懸念事項を述べたりしてください。それを聞いて心強いです。
あなたの援助と指導に感謝しています。光栄です。クライアントに最適なソリューションを見つけるお手伝いをすることが、私の仕事で最も楽しいことです。つながってよかったです。あなたの専門知識は間違いなく私たちのプロジェクトに役立つでしょう。新しいオフィスに最適な機器とソフトウェアが見つかると確信しています。レッスン8、支払いと個人情報。アンナさん、こんにちは。購入する準備ができました。私の名前はジョン・デイビスです。クレジットカードで支払います。デイビスさん、こんにちは。当店をお選びいただきありがとうございます。クレジットカードなど、様々な支払い方法を受け付けています。それは便利です。クレジットカードは安全で手間のかからない支払い方法だと思います。絶対に。クレジットカードは詐欺からの保護と便利な記録管理に役立ちます。だから私はそれらを使うのが好きです。購入総額を教えていただけますか？確かに。選択したアイテムの合計は$75です。素晴らしい。早速支払い用のクレジットカード情報をお伝えします。ありがとうございます。カード番号、有効期限、CVV コードをお知らせください。確かに、カード番号は1234568891212456、有効期限は9月26日、CVV コードは123です。ありがとうございます。お支払いを処理し、お客様の情報の安全を確保します。それはありがたいです。個人データの共有に関しては、セキュリティが最優先事項です。絶対に。お客様情報を保護するために厳格な対策を講じています。それを聞いて心強いです。この取引の詳細を自信を持って提供できると思います。それを聞いて嬉しいよ。お支払いは正常に処理されました。他に何かお手伝いできることはありますか？現時点ではできません。素晴らしいサービスと細部への気配りに感謝します。レッスン9、ファッションとショッピング。こんにちは、アンナ。最近洋服の買い物をしましたか？こんにちは、ジョン。はい、実は先週買い物に行きました。ワードローブを更新するのはいつも楽しいです。それは素晴らしいです。気になるおしゃれなものは見つかりましたか？絶対に。たまらなくて、見事なドレスを見つけました。色もデザインもとてもユニークでした。素晴らしい発見のようですね。どこで買い物に行きましたか？ダウンタウンのトレンディーなブティックを訪れました。彼らは常に最新のファッショントレンドを取り入れています。確認しなくちゃ。自分のワードローブにスタイリッシュなアイテムを追加したいと思っています。絶対に行くべきです。男性にも女性にも幅広い品揃えがあります。パーフェクトだね。男性向けのおしゃれなオプションを提供するお店をいつも探しています。きっとあなたのスタイルに合ったものが見つかるはずです。どんな服に興味があるの？特に新しいジーンズとカジュアルなシャツを探すことに興味があります。
ジーンズはワードローブの定番です。場面に合わせて簡単にドレスアップやドレスダウンができます。それは本当です。用途が広く快適だと思います。具体的な推奨事項はありますか？最近、フィット感の良い高品質のジーンズを作るブランドを発見しました。名前はいかがですか？絶対に、完璧なペアを見つけるのに役立つアドバイスをいただければ幸いです。このブランドはデニムドリームズと呼ばれています。様々なスタイルとサイズからお選びいただけます。ありがとうございます。必ず確認しておきます。買い物中にお得なものはありましたか？はい、やりました。セールが行われていて、なんとか割引価格でいくつかのアイテムを手に入れることができました。セールはいつでもワードローブを更新しながらお金を節約する絶好の機会です。間違いなく。これは双方にメリットのある状況です。スタイリッシュな服を手に入れ、その過程でいくらかお金を節約できます。これ以上は同意できませんでした。今後のセールや割引に目を光らせておきます。それは賢い考えだ。プロモーションや特別オファーを利用することは常に良いことです。お買い物のコツをありがとうございます。新しいファッションの選択肢を探求できることにワクワクしています。レッスン10、朝食の選択。アンナさん、こんにちは。ダウンタウンの新しいカフェで朝食を試しましたか？こんにちは、ジョン。はい、何度か行ったことがあります。ベジタリアンとビーガンの両方の様々な朝食オプションがあります。それは素晴らしいです。私はいつも様々な食事の好みに入れられる場所を探しています。絶対に。様々なライフスタイルや食べ物の選択肢に対応するオプションがあるのは素晴らしいことです。ベジタリアンの朝食オプションにはどのようなものがありますか？美味しい野菜オムレツ、アボカドトースト、様々な新鮮なフルーツボールがあります。それらはすべて食欲をそそるようです。私はもっと植物ベースの食事を食事に取り入れようとしている。それは素晴らしい目標です。朝食は栄養価の高い植物ベースのオプションで一日を始める絶好の機会です。間違いなく。メニューにはビーガンの選択肢もありますか？はい、彼らはそうします。アーモンドミルクで作り、新鮮なベリーをトッピングしたビーガンパンケーキを提供しています。ビーガンパンケーキは楽しいですね。誰にとっても美味しいオプションがあることを知っておくのは良いことです。絶対に。食べ物の選択に関しては、インクルーシビティを持つことが重要です。これ以上は同意できませんでした。多様なメニューを取り入れているレストランが増えるのは素晴らしいことです。確かにそうです。これは彼らが顧客の好みや食事のニーズを大切にしていることを示しています。朝食メニューで他に気になったものはありますか？また、植物由来のタンパク質を使用し、グラノーラとナッツをトッピングした様々なスムージーボールもあります。それは栄養価が高く満足のいく選択肢のように思えます。やってみないといけない。きっと楽しんでいただけると思います。爽やかで充実した一日の始まりです。推薦していただきありがとうございます。
彼らの朝食メニューを探求するのが楽しみです。レッスン11、食料品の買い物支援。アンナさん、こんにちは。食料品の買い物を手伝ってください。手伝ってもらえますか？こんにちは、ジョン。もちろん、喜んでお手伝いします。何を買う必要があるの？牛乳、卵、パン、新鮮な野菜などの必需品を買う必要があります。それはかなり簡単に思えます。ブランドやタイプなど、探している特定のものはありますか？牛乳は大抵低脂肪牛乳を使います。パンに関しては、全粒小麦が私の好みだ。中期。特定の野菜の好みはありますか？それとも新鮮な食材を混ぜた方がいいですか？ミックスできたらいいですね。サラダのオプションを用意したり、いろいろな料理を作ったりするのが好きです。多様性は常に良いアイデアです。色とりどりで栄養価の高い野菜を混ぜて選ぶようにするよ。ありがとうございます。ご協力に感謝します。食料品店に何か必要なものはありますか？問題ありません。計画中のレシピには、実はパスタ、缶詰のトマト、オリーブオイルが必要です。それらの項目をリストに追加します。好きなパスタや缶詰のトマトブランドはありますか？どんなパスタでもいいし、缶詰のトマトは塩を加えていないものを選びます。中期。その基準を満たすブランドを必ず選びます。買い物リストには他に何かある？はい、レシピを完成させるには新鮮なバジルとパルメザンチーズも必要です。フレッシュバジルとパルメザンチーズ。わかった。必ず上質な食材をピックアップしてあげよう。どうもありがとうございます。私の買い物も手伝ってくれて感謝しています。光栄です。お互いに助け合うことで、食料品の買い物旅行をより効率的にすることができます。絶対に。食料品の買い物に関しては、いつでも助けてくれるといいですね。間違いなく、時間を節約して、両方とも必要なものを正確に手に入れることができます。それがアイデアです。一緒にショッピング体験をより楽しく、生産的にすることができます。再度、ありがとうございます。食料品の買い物でお互いに支え合うことができて嬉しいです。レッスン12、新しい責任。アンナさん、こんにちは。私が最近引き受けた新しい責任についてお話ししたいと思います。こんにちは、ジョン。面白そうだね。どんな責任について話しているの？さて、私は職場でチームの管理を伴うプロジェクトを主導する機会を与えられました。これは大きな前進です。指導的役割を担うことは、あなたの成長と可能性を示すものです。ありがとうございます。責任が増えることにワクワクしているし、少し緊張している。そのように感じるのは完全に自然なことです。新しい挑戦を受け入れることは、個人的にも職業的にも成長の印です。そうだね。自分のコンフォートゾーンから抜け出すことは、私の成長にとって不可欠です。絶対に。
こうした経験を通して、私たちは自分たちの能力を学び、発揮することができるのです。この新しい役職で良い仕事をしたいと思っています。効果的なリーダーシップについて何かアドバイスはありますか？重要な側面の一つは、明確なコミュニケーションです。チームが期待と目標を理解していることを確認しましょう。確かに、コミュニケーションは重要です。明確なガイダンスを提供し、オープンな対話を促進するようにします。もう一つの重要な品質は、親しみやすいことです。チームメンバーに自分の考えや懸念を共有してもらうように働きかけましょう。それは良い点です。みんなが気軽に貢献できる環境を作りたいです。前向きでインクルーシブな職場環境を作ることは、コラボレーションと生産性を促進します。また、発生する可能性のあるあらゆる課題に対処できるように、問題解決能力を身につける必要があります。問題解決はリーダーにとって重要なスキルです。状況を分析し、解決策を見出し、そのプロセスにチームを巻き込んでください。私のチームを問題解決に参加させることは、より良い結果につながるだけでなく、彼らに力を与えることにもつながります。まさに、他の人を巻き込むことで、信頼を示し、強いチームワークの感覚を築くことができます。あなたの洞察に感謝します。あなたのサポートとアドバイスがあることを知っていると、より自信が持てます。どういたしまして。私はあなたの能力を信じており、あらゆる段階であなたをサポートするためにここにいます。ありがとうございます。それは私にとって大きな意味があります。これらの新しい責任を担い、成長できることにワクワクしています。君が優秀になるのは間違いない。挑戦を受け入れ、成長を示し続けてください。私がします。励ましてくれて、私を信じてくれてありがとう。新たなスタートへ。レッスン13、ゲスト用の裁縫キット。アンナさん、こんにちは。ゲストに裁縫キットを提供するホテルに泊まったことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、多くのホテルでは、ゲストのアメニティの一部としてソーイングキットを提供しています。それは面白い。滞在中に実際にそのキットを使う人がいるのだろうかといつも思っていました。特に衣服の軽微な修理や調整が必要な場合に便利だと感じる人もいます。そのような状況では、すぐに手に入る裁縫キットがあることがいかに便利かがわかります。絶対に。ゲストが快適に過ごせるように、このようなアメニティを提供するのは、ホテルからの心のこもった仕草です。通常、それらのキットには針や糸などの基本的な縫製用品しか含まれていませんか？はい、通常、裁縫キットには針、糸、ボタン、そして時には小さなハサミなどの必需品が入っています。それは実用的に聞こえます。必要な時にそれらのアイテムを手元に置いておくと便利です。間違いなく。これにより、ゲストが緊急時に縫製用品を探したり購入したりする手間が省けます。ホテルがそのような状況に備えていることを知っていることも、安心感を与えてくれると思います。まさに、ゲストに楽しく安心できる体験を提供することがすべてです。ホテルがゲストの滞在をより充実させるためにこれらの細部にまで気を配っていることについて、私はあまり考えたことがありません。
違いを生み、ゲストに永続的な印象を残すのは些細なことです。私も同感です。ホテルの細部へのこだわりと顧客満足へのこだわりが現れています。絶対に。配慮の行き届いたアメニティでさらに一歩進むことで、ホテルを競合他社とは一線を画すことができます。快適で楽しい滞在を提供するための努力に感謝します。家から離れている時によく世話をされていると感じるのはいつでもいいことです。間違いなく、今後、ホテルに泊まるときには、こういった細かいところにもっと気を配るつもりです。私たちの会話がこれらの詳細への認識につながったことは素晴らしいことです。これからのホテル滞在を楽しんでください。ありがとうございます。そうします。そして、このトピックに関する洞察を共有していただきありがとうございます。啓発的でした。レッスン14、ジョギングとジムの頻度。こんにちは、アンナ。ジョギングは好きですか？どのくらいの頻度でジムに行きますか？こんにちは、ジョン。はい、ジョギングが大好きです。アクティブでいながらアウトドアを楽しむには最高の方法です。週に3回はジムに行くようにしている。それは良いルーチンのようですね。運動療法にジョギングを取り入れることをずっと考えていた。ジョギングは素晴らしい心血管運動です。持久力の向上とカロリーの燃焼に役立ちます。それこそまさに私が探しているものです。どれくらいの頻度でジョギングに行きますか？スケジュールや天候にもよりますが、大抵週に3、4回ジョギングに行きます。それは扱いやすいように思えます。同じような周波数から始めて、どうなるか見てみましょう。それは良いアプローチです。快適なペースから始めて、徐々に強度と距離を増やすことを忘れないでください。それを心に留めておくよ。ジョギングを始めたい初心者に何かアドバイスはありますか？承知しました。ウォーミングアップから始めて、筋肉を整え、適切なランニングシューズを履き、無理をしないように体の声に耳を傾けましょう。アドバイスありがとうございます。ウォーミングアップをして、良いランニングシューズに投資するよ。どういたしまして。快適で怪我のないジョギングをするには、足のケアが不可欠です。私も同感です。ジョギング以外にジムに行くって言ってたよね。普段はどのようなエクササイズをしていますか？ジムではトレッドミルやエリプティカルなどの有酸素運動とウェイトを使った筋力トレーニングの組み合わせに焦点を当てています。それはバランスの取れたトレーニングのように思えます。普段、どれくらいの時間をジムで過ごしますか？私のジムのセッションは通常約1時間続きます。エクササイズを終えてきちんとクールダウンするのに十分な時間を与えてくれます。それは妥当な期間です。ジムに通い始めたら、私も1時間を目標にしようと思います。それは努力すべき良い目標です。体の声に耳を傾け、フィットネスレベルに応じて強度と持続時間を調整することを忘れないでください。絶対に、一歩ずつ進めて、徐々にジムの時間と強度を増やしていきます。それが正しいアプローチです。
フィットネスの目標を達成するには、一貫性と段階的な進歩が鍵となります。あなたの指導と励ましに感謝します。フィットネス体験を共有できる人がいると、モチベーションが上がります。どういたしまして。ワークアウト仲間やヒントを交換したり、お互いに支え合ったりできる人がいるのはいつでも素晴らしいことです。間違いなく、ジョギングやジムのワークアウトをルーティンに取り入れることにワクワクしています。より健康的なライフスタイルを実現しましょう。レッスン15、ホテルのアメニティと予約。アンナさん、こんにちは。ホテルを予約したとき、ホテルが提供するアメニティを確認しましたか？こんにちは、ジョン。はい、やりました。ホテルのウェブサイトには、スイミングプール、フィットネスセンター、無料の朝食など、様々なアメニティが掲載されていました。それは素晴らしいですね。滞在中にこれらのアメニティを利用するのを楽しみにしています。私も。リラクゼーションのオプションがあって、美味しい朝食で一日を始めるのはいつでもいいことです。絶対に、ホテルが無料の朝食を提供してくれると、時間とお金を節約できるので便利だと思います。私も同感です。特に旅行中や新しい場所を探索しているときは、朝食が含まれているのはおまけです。ホテルに他の食事ができるレストランやルームサービスがあるかどうかたまたま見ましたか？はい、ホテルにはレストランがあり、客室での食事を希望するゲストのためにルームサービスも提供しています。それは便利です。ホテルに飲食店があるのは良いことです。間違いなく。これにより、特に食事に出かけたくない日には、柔軟性が得られます。また、ホテルでは無料 Wi-Fi が提供されていることにも気づきました。これは、滞在中も接続を維持するために重要です。絶対に。無料の Wi-Fi があると、情報に簡単にアクセスしたり、愛する人と連絡を取り合ったり、日常の活動を計画したりできます。ランドリーや空港送迎などの追加サービスを提供しているかどうかをたまたま確認しましたか？はい、ホテルではゲスト用のランドリーサービスを提供しており、リクエストに応じて空港送迎を手配することもできます。これは、特に滞在中や空港に到着した時に服をリフレッシュする必要がある場合に便利です。まさに、私たちの滞在をより快適で手間のかからないものにするために、必要に応じてこれらのサービスを利用できるのは良いことです。予約する前に、時間を割いてこれらの詳細をすべて確認してくれて嬉しいです。私はいつも宿泊施設が私たちのニーズと好みに合っていることを確認したいと思っています。旅行計画に関しては、あなたと同じくらい整理整頓された人がいるのは素晴らしいことです。感謝しています。ありがとうございます。旅行のためにすべてがきちんと管理されていることを確認するのが楽しいです。全体的な体験をさらに充実させてくれます。まあ、あなたは素晴らしい仕事をしています。君の努力のおかげで今度のホテル滞在はきっと楽しいものになるだろ優しい言葉をありがとう。今回の旅とホテルでの快適な滞在を楽しみにしています。う。私もそうだ、素晴らしい経験になるよ。それを最大限に活用しよう。レッスン16、ハイキング先。
アンナさん、こんにちは。野外活動をしようと思っていました。いい感じだよね。こんにちは、ジョン。もちろん、自然の中で時間を過ごすのが大好きです。ハイキングについておっしゃっていましたが、私は大賛成です。それは嬉しいですね。おすすめのハイキングコースや目的地はありますか？まあ、それはあなたが探している難易度によって異なります。あなたは初心者ですか？それとも経験豊富なハイカーですか？私は自分自身を初心者だと思っています。私はこれまであまりハイキングをしたことがないが、やってみることにワクワクしている。それは素晴らしい。初心者には地元のトレイルや近くの自然保護区から始めることをお勧めします。通常、道はよくマークされており、初心者に適しています。それは良い出発点のように思えます。特におすすめの場所はありますか？風光明媚なハイキングを楽しみたいなら、ブルーマウンテントレイルと呼ばれる美しいトレイルがおすすめです。周辺の田園地帯の息を飲むような景色を眺めることができます。すごいですね。運動をしながら自然を楽しむというアイデアが大好きです。絶対に。ハイキングをすると日常の喧騒から離れ、アウトドアの美しさを味わうことができます。ハイキングに特別な道具やギアは必要ですか？準備はできているか確認したい。初心者のハイキングには快適なウォーキングシューズまたはハイキングブーツが最適です。水、スナック、救急箱などの必需品が入ったバックパックを持参することもおすすめします。それは理にかなっています。それらの品物は必ず梱包しておきます。ブルー、マウンテン、トレイルはどれくらいの時間がかかりますか？ブルーマウンテントレイルは適度なハイキングコースで、ペースや休憩時間にもよりますが、所要時間は約2から3時間です。それは扱いやすいように思えます。その体験を存分に楽しむために、半日旅行を計画するつもりだ。それはいい計画だ。そして忘れずにカメラを持参してください。途中の素晴らしい景色を撮影したくなるでしょう。絶対に、旅を記録するために必ずカメラを持参します。他におすすめのハイキング先はありますか？もっとチャレンジングなハイキングをしたいなら、イーグルピークと呼ばれるトレイルがおすすめです。急な斜面と頂上からのパノラマビューで知られています。イーグルピークは冒険的に聞こえます。ハイキングの経験が増えたら、そこまで頑張るかもしれません。それは賢明なアプローチです。安全で楽しいハイキング体験をするために、徐々に難易度を上げることが重要です。ご指導ありがとうございます。この美しいトレイルをハイキングしたり探索したりすることに、ますますワクワクしています。レッスン17、ハイキングの必需品。アンナさん、こんにちは。今後のハイキング旅行にワクワクしています。ハイキング用品と履き心地の良い靴も用意すべきだと聞きました。こんにちは、ジョン。絶対に。十分に準備しておくことが大切です。必需品は必ずいくつか持参してください。それは理にかなっています。大事なことは忘れたくない。必要なものをすべて詰め込めるように、チェックリストを作ります。それは素晴らしいアイデアです。チェックリストは整理整頓に役立ち、重要な項目を見逃さないようにします。
ハイキング旅行に欠かせないものは何ですか？すべて網羅されていることを確認したい。まず、快適で丈夫なハイキングシューズが不可欠です。起伏の多い地形でもサポートとトラクションを発揮します。私は間違いなく良いハイキングシューズに投資します。ハイキング中に足が快適であることを確認したい。それは賢明な決断です。特に地形の変化に富んだ長めのハイキングでは足が喜ぶでしょう。服はどう？ハイキングの服装について特に考慮すべきことはありますか？動きやすい、吸湿発散性と通気性のある服を選びましょう。温度調節には重ね着も重要です。だから、ハイキング中も涼しくドライに保てる軽量で通気性のあるセーチを着るべきです。まさに、ハイキングを楽しむ間は快適さを保ち、雨や風から身を守ることが重要です。持参すべきアクセサリーやギアはありますか？バックパックは、水、スナック、地図、コンパス、救急箱を運ぶのに不可欠です。日焼け止めや虫除けもお忘れなく。バックパックにそれらのアイテムをすべて入れておくよ。安全は大事だし、応急処置キットは必ず重宝する。絶対に、予期しない状況に備えておくことは常に良いことです。さらに、天候が変化した場合に備えて、帽子、サングラス、レインジャケットを忘れずに持参してください。良い点です。それらの項目もチェックリストに追加します。どんな天候にも備えておいた方がいいです。間違いなく。特に屋外環境では天気が予測できないことがあります。保護された快適な状態を保つことは重要です。ハイキング旅行で他に考慮すべきことはありますか？行くトレイルや帰りの予定時間など、ハイキングの計画を誰かに知らせておくことをお勧めします。これは賢い安全対策です。ハイキングの計画と予定時間を必ず誰かに知らせておきます。素晴らしい。万が一の場合に備えて、誰かにあなたの計画を知らせておいた方がいいです。チェックリストができて、持っていくべき必需品が分かったので、自信がつきました。ご指導ありがとうございます。どういたしまして。手伝えてよかった。必要なギアをすべて持っていれば、きっと素晴らしいハイキング旅行ができるでしょう。本当に楽しみです。旅を楽しんで、美しい環境を見てみるよ。それが精神です。目的地にたどり着くだけでなく、ハイキング体験全体を楽しむことも大切だということを忘れないでください。絶対に。それは心に留めておくよ。改めて、ありがとう。ハイキング旅行の様子をお知らせします。